みんな、ずんだもんです。今日も元気に参りました。今日はね、南半球の美しい国、ニュージーランドのニュースをお届けするのだ。実は、ニュージーランドの国旗って、イギリスの国旗と南十字星が描かれてるんだけど、その南十字星、4つの星じゃないらしいのだ。なんと5つの星が描かれてるんだって。へえ、びっくりでしょ。そんなニュージーランドから、今日は全部で5つのニュースをお届けするのだ。中でも特に注目なのが3つ目のニュースなのだ。DV 後生産開始、モジュール式 EV バンが商用モビリティを一新という記事なのだ。みんな聞いてほしいのだ。ティアからすごい EV バン DV 後ついに量産開始したのだ。これはただのバンじゃないのだ。商業モビリティをガラッと変えるモジュール式の EV バンなのだ。もうワクワクが止まらないのだ。どんな風にすごいのか一緒に見ていくのだ。はい、承知いたしました。ニュージーランドの紹介文をボイスボックス向けに作成するのだ。今日は南半球にあるとっても素敵な国、ニュージーランドを紹介するのだ。太平洋の南西に位置し、北島と南東という大きな2つの島からなるのだ。首都はウェリントンだけど、最大の都市はオークランドなのだ。先住民の周りの人々が古くから暮らし、その後イギリス人がやってきた歴史があるのだ。ワイタン議条約という重要な取り決めがあって、現在は議会制民主主義の国なのだ。人口はおよそ500万人と、ゆったりとした国なのだ。酪農や畜産、キーリフルーツなどの農業が盛んで、手つかずの自然を生かした観光業も主要産業なのだ。映画、ロード・オブ・ザ・リングのロケ地としても有名だったりするのだ。マオリ文化が深く根付いていて、ラグビーの墓は特に迫力があるのだ。そして、ニュージーランドは自然保護や環境問題にとても力を入れている国でもあるのだ。サステナビリティを大切にする精神が息づいているのだ。雄大な自然と温かい人々が魅力のとっても素敵な国なのだ。一つ目のニュースなのだ。パパモア衝突事故で国道2号線が車線閉鎖という記事なのだ。パパモアのステートハイウェイ2で交通事故があったのだ。ここはブルースロードの近く、パパモアビーチのあたりなのだ。この事故は車が2台ぶつかったみたいで、警察には今日の午後3時40分頃連絡が入ったのだ。残念だけどこの事故で一人の人が重い怪我をして、他の二人は中くらいか軽い怪我をしてしまったのだ。事故のせいで南向きの左側の車線がブルースロードへ入る道の手前で塞がっちゃってるのだ。ニュージーランド交通局 NGTA は車を運転するみんなに道が混むかもしれないからこの場所を通るときは気をつけてねって言ってるのだ。実際にこの道を通った運転手さんの話によると、ハイウェイではもうすでに車がたくさん渋滞しているみたいなのだ。だからみんなこの道を通るときはいつもより安全運転を心がけて十分に気をつけるのだ。二つ目のニュースなのだ。言葉を失う高額落札、名門ゴルフコースを一望する遺産物件が136万ドルという記事なのだ。ハミルトンのゴルフ場を見下ろす家がなんと136万ドル、約 1.36 億円で売れたのだ。予想をはるかに超える高値で、関係者はみんな言葉を失ったってびっくりしていたのだ。この家はゴルフが大好きだったシーラさんとレックス・ホーリンガー夫妻が40年間も住んでいたセントアンドリュースゴルフコースのすぐ隣にあるのだ。夫妻の子供たちはこのオークションを見るためにわざわざオーストラリアから飛んできたのだよ。事前の提示額は110万ドルで、それで合意していたのに、オークションが始まると電話での参加者2名が10分間で50回も競り合って、結局26万ドルも上乗せされて落札されたのだ。代理人のビル・アーネットさんは、信じられないほど嬉しいって言っていたのだ。1980年代のレトロな内装のままだったけれど、この物件の一番の魅力は、
やっぱりその素晴らしい立地なのだ。ゴルフコースに面した広い眺望を持つ家はこのエリアにたった4つしかない、とっても珍しいものなのだ。だからこんなチャンスは二度とないで、多くの人が狙っていたのだよ。オークション前には約80人が見学に来ていて、ゴルフのプレー中にこの家をよく見ていた人もいたらしいのだ。ホーリンガー夫妻は1981年にこの土地を買って、ゴルフコースの裏門から直接アクセスできる夢のような家を建てたのだ。ご主人は長年ゴルフクラブのメンバーで、彼の名前がついたベンチまであるくらい地域に愛されていたのだ。新しいオーナーがこの家をどうするのかはまだわからないけど、このエリアの価値をよく知っている人たちらしいのだ。将来的には開発される可能性もあるのだって。とにかく予想以上の高値で売却できて、ホーリンガー夫妻の子供たちも関係者もみんな大喜びだったのだ。3つ目のニュースなのだ。PV 後生産開始、モジュール式 EV バンが商用モビリティを一新という記事なのだ。みんな聞いてほしいのだ。からすごい EV バン PV 後がついに量産開始したのだ。これはただのバンじゃないのだ。商業モビリティをガラッと変えるモジュール式の EV バンなのだ。この PV 後はビジネス向けにゼロから設計されたとっても賢いシステムなのだ。ヒョンデの EV 専用プラットフォームGMP 商用サービス向けにカスタマイズした GMP-S をベースにしているのだ。モーターは 120kW で、バッテリーは 43.3kWh、51.5kWh、71.2kWh の3種類から選べるのだ。ビジネスの用途に合わせて一番ぴったりなものを選べるのが嬉しいのだ。そしてすごいのがそのモジュール製なのだ。フレキシブルボディシステムのおかげでドアやパネルなどがまるでブロックみたいに組み合わせられて、なんと最大16種類ものバリエーションが作れるのだ。最初からコールーフや長尺、車椅子対応バージョンなど7種類があるから、いろんな仕事に大活躍しそうなのだ。リアパネルも3つのパーツに分かれてて、修理もしやすいように考えられているのだ。見た目はコンパクトなのに、中はとっても広いのだ。ホイールベースは 2995mm で、荷室は乗用版で最大 3.6 立方メートル、貨物タイプだと 5.1 立方メートルまで積めるのだ。床が低くて乗り降りしやすいのも作業効率を上げてくれるポイントなのだ。運転席のテクノロジーも仕事のために最適化されているのだ。Android AUTOMOTIVE のインフォテインメントシステムやビジネス向けのアプリストアがあるのだ。ツールやデバイスを取り付けるための ADDGEAR プラットフォームもあって本当に便利そうなのだ。リアルタイムで車両を追跡したりソフトウェアを更新したりもできるのだ。さらにこの PV 後は改造しやすいように作られているのだ。工場で専用の TBV コンバージョンセンターを立ち上げて、内装がシンプルな車両や電源システムを搭載したドナー車両を提供してくれるのだ。外部のパートナーもティアノポータルから技術仕様にアクセスできるから、新しいビジネスチャンスが広がるのだ。 PV 後は将来登場する PV7 2027年や PV9 2029年の先駆けとなる、まさに適応する技術、広がるモビリティを実現する車なのだ。これからの商業モビリティがますます面白くなるのだ。4つ目のニュースなのだ。対ブラジル関税強化、NZ 価格への脅威なしという記事なのだ。みんな聞いてほしいのだ。ブラジル産の牛肉に新しい関税がかけられることになったニュースなのだ。アメリカが8月1日からブラジル産牛肉に追加で 50% もの関税をかけることになったのだ。これで元々の関税と合わせるとなんと 76% 以上になっちゃうのだ。すごい関税なのだ。でもね、世界の赤肉の専門家さんたちによると、
このことがニュージーランドの赤肉の価格に与える影響はとっても小さいって言われているのだ。だから心配いらないのだ。どうしてかっていうと、ニュージーランドはプレミアムな赤肉を作っているのだ。質が高くてちょっとお値段もするけど、それがこだわりなのだ。一方、ブラジルは世界で2番目に牛肉をたくさん作っていて、一番多く輸出している国なのだ。低コストで大量生産しているのが特徴なのだ。つまり、ニュージーランドとブラジルでは、牛肉の市場の立ち位置が全然違うのだ。アメリカはブラジルにとって2番目に大きい牛肉の市場だけど、ニュージーランドの赤肉とは種類が違うから、直接は影響しないってことなのだ。だから、ブラジルに厳しい関税がかかっても、ニュージーランドの美味しい赤肉の価格には、ほとんど影響が出ないってことなのだ。みんな安心して、美味しいお肉をこれからも食べられるのだ。5つ目のニュースなのだ。ビジネス、オブ、テック、ポッドキャスト、クラウドの真のコスト、デビット、ライスが内幕を明かす、という記事なのだ。最近、大きなテクノロジー企業さんたちは、国内のデータセンターに何十億ドルも投資しているのだ。政府も、クラウドが一番、という方針を掲げているから、私たちのデータやアプリケーションが、どんどんクラウドのプラットフォームへ引っ越ししている真っ最中なのだ。これはもう、すごい勢いなのだ。でもね、今週の、ビジネス、オブ、ECH というポッドキャストにゲストで来てくれた、デビッド、REISS さんが教えてくれたことがあるのだ。彼は30年も続く IT サービス企業、EQUINOX、IT の共同最高経営責任者さんなのだ。REISS さんが言うには、もし IT システムを動かすのにかかるコストを抑えたいと思っているなら、クラウドに移行すれば全て解決するってわけじゃないのだ。むしろ、ちゃんと管理しないと、クラウドでのコストはあっという間に膨らんじゃう可能性があるのだって言っていたのだ。だから、クラウドは便利だけど、闇雲に移行するだけじゃなくて、ちゃんとその本当のコストを見極めることが大事なのだ。メリットばかりじゃなくて、意外な落とし穴もあるってことを知っておくのが賢いやり方なのだ。今日はニュージーランドの魅力や現地の興味深いニュースをたくさん紹介したのだ。事故のニュースもあったけど、この国が持つ自然の雄大さや新しい技術、経済の話までいろいろな側面を知れたのだ。これからも役立つ情報をたくさん届けるから、また遊びに来てほしいのだ、なのだ。こんにちはなのだ。この番組では世界のあまり知られていない国や地域からちょっと不思議でちょっと感動するニュースをお届けするのだ。日本ではあまり話題にならないけど、世界には僕たちが知らないままの出来事や優しさや驚きに満ちた物語がたくさんあるのだよ。テレビでもネットでもあまり見かけないけれど、本当はもっと伝えられるべき小さな世界の声、そんな声を僕と一緒に見つけに行くのだ。さあ、一緒に知られざる世界の旅を始めるのだ。